最近の悩みは、お正月に自粛って何すりゃいいの？どうも、熊五郎さんです。本日の修理はこちら。ゼンハイザーのイヤホンです。CX2.00i。はい、イヤホンです。ゼンハイザーなんですけど、これはね、我がドイツ帝国で作られたイヤホンです。どんな音がするのかね、ちょっと面白そうだなと思って買ってみました。で、ジャンク品です。片耳聞こえないらしいです。なんか iPod、iPhone、iPad でイヤホン操作ができるみたいなね。音量とか、なんか曲送りとかできるみたいなね。いらないけど。ドイツのイヤホンってどんな音するんだろうね。お兄さんのイメージだと、すっごい暗くて、硬い音がするんじゃないかなと思って、ちょっと楽しみにしてるんですけど、イヤホンこれですね。見た感じ普通のイヤホンだよね。中身はこんな感じ。これ先っちょアルミかな？アルミっぽいね。イヤーチップは普通のやつで合いそうだね。特殊な形ではないですね。デザインはかっこいいよ。ヘアライン仕上げだね。こんな感じのイヤホンですね。ちょっと動作チェックやってみましょう。せっかくなんでね、iPod でやってみましょう。リモコンが効いてるね。これで再生とか操作できます。音量もできるね。音はどうかしら。左が聞こえません。このリモコンがついてない方のイヤホンだね。ちょっと端子きれいにしてみようか。そんな汚れてはいないけど、掃除で鳴っちゃうとね、動画ボツになっちゃうんですけど。はい、もう一回いきます。音聞こえませんね。ちょっとね、このイヤホンを修理してみたいと思います。じゃあ、やっていきましょう。で、イヤホンの故障って、だいたいここなんですよね。どうしても曲がっちゃうんで、ここが断線してることが多いです。ただこれを切ってね、確認するっていうのも、切ってしまうとね、元に戻せないんで、ばらせるところっていうとここなんですよね。ここをばらしてみて、ここと同通してるのかどうか。いや、違うな。聞こえないの左なんで、左は関係ないね。どうしようかな。リモコン側が聞こえないとね、リモコンばらして配線調べられるんだけど、結局切り刻むことになるかな。で、L なんで先端だね。先端と3番目で同通なしですね。2番目が右イヤホン。32オーム出たんで同通してますね。これが右スピーカーの配線ですね。同通もないと。どうしようかな。でも多分ここなんだよな。で、お兄さんこの4極のプラグ持ってないんで、ここをぶった切った瞬間にリモコンが死にます。リモコンの死が確定します。いらないっちゃいらないんだけどね。使わないんで。経験上ここはね、だいたい切れてないんですよ。分岐のところね。ここは壊れてたことないんですよね。多分ここだと思うんだけどな。ここだけくにゃんって曲がるもん。こっちはくにゃんとはいかないんだよね。こういう感じで弾力があるんだけど、ここはもう、多分ここだと思うよ。どうしよう。切っていい？切るしかないよね、これね。ちょうどこの辺で切りたいな。このタグがついてるところ。ちょっとえぐっちゃったけど。この辺で切ります。はい、切っちゃいました。もう戻れません。で、ちょっとケーブル剥きます。で、これ買ったんですよ。ムキムキ工具。皮を剥くやつですね。ガシャッと。あんまうまくいかねえな。ズタボロになっちゃった。おじおじの皮もこれで剥きますよ。こう挟んでガシッとやってブチって一発で剥けますから。お兄さんの予想は当たるでしょうか？配線がめっちゃゴムなんでかなり切りづらいですね。いや、断線してないな。断線してないな。こっちがスピーカーじゃないかな、この4本が。LR のそれぞれマイナス。で、これが制御に使ってる線じゃないかな。リモコンのプラスマイナスじゃないかな。はい、ハンダでこの被膜取っていきます。
フラックスでね。お、いいね、一発でいきました。じゃあ他の線もやっちゃいましょうか。これでね、同通するようになりました。先端の L チャンネルのプラスはどこも同通してませんね。なので、プラグ側で断線してるみたいだね。右プラス。あ、緑だね。緑が右のプラスです。マイクのとこだね。多分制御に使ってると思うけど、これが赤じゃないかしら。そうね。根元が赤。で、この裸線、これが全部アースだと思うんだよね。そうね。なので、この緑のしましま線が左チャンネルで、ここで断線してますね。やっぱこれでした。お決まりなのかもしんないね。まあ多分この辺で切れるんじゃないかな。わかんないけど。さすがにこれ以上は切れないな。これ以上は無理じゃなかろうか。いや、なんかうまいこと切れてるな。あ、はい。なんかほつれてるよ、ここ。あ、はいはい、切れてますね。狙い通りだよ。ここだよ、やっぱ。この線。ほら。わかるかな？ここでめくれてます。これね。ほら、取れちゃうもん。これは電線じゃないんだよね。綿みたいなやつ。うん、マイナス線もちぎれかけてるね。ああ、全部の線が結構傷んでますね。右チャンネルは切れてない。はい、左チャンネルはここでちょうど切れてました。原因分かっちゃったけど、最初に言った通り、お兄さん4極プラグ持ってないんですよ。一時的に借りてみる？最近全然聞いてない。レーザーイヤホンも、これなんだよ、4極なんだよ。これ借りよっか。多分再利用できると思うんだよね。あ、お兄さんこれ、あれで固めちゃったんだね、配線。まあいいか。交換してあげよう。こちらの端子お借りします。いや、本当はね、2極にしたいのよ。制御なしにしたいんだけど、まあ、せっかくなんで。レーザーのイヤホン使わなくなっちゃったな。別に音が悪いとは思わないけど、うん、使わなくなっちゃったね。そう、あとケーブルを変えるっていう手段もあるんだけど、まあいいかなって。ケーブル変えてもいいんだけどね。こういう部品がね、近くで売ってればね。あ、このね、宝山のラジペンすんげえ調子いい。使うたびにね、あ、これ使いやすいなって思う。ちょっと幅広なやつね。すげえ使いやすい。おすすめです、これ。ヒートガンで取っちゃうか。楽勝だ。結構汚ねえな。再利用しましょう。はい、そしたらケーブルを剥いていきましょう。皮をムキムキ。できないね。被覆がね、ゴムで柔らかいんで、伸びちゃうんだよね。ピョンって伸びちゃう。ダメです。切んないとダメだね。うん。一応この4本ですね。じゃあ予備ハンダしましょう。予備ハンダできました。この工具いいよ。これ。とても便利。まあ、本来ならアースなんだけどね。これだと、この赤線ですね。マイクとか信号線がこのベース部分ですね。ここにハンダ付けします。
先端部分はこの緑しましまね。でこの2番目のところが右スピーカーだね。緑で緑がつきました。でこれをここだね。これでできたと思うんだけど、つないで音出るかやってみますね。じゃあこいつで操作できてるね。あ、ボリューム効かない。なんで？再生できんのにボリューム効かないわ。音は左右から出てる。なんで？ボリュームだけ効きません。考えられるのはここのアース線が接触してないんだろうね。配線につけた予備ハンダが回ってないとかね。3本の線をここに全部ハンダ付けするっていうのはちょっと難しいっていうか、多分接触してない線があるんだと思います。なので途中でハンダ付けしちゃいますね。ここでこれでどうでしょう。効かない。停止はできるけどボリューム効かないっすね。あららららららら。なんでだろうね。コントロールができなくなる理由ってないもんな。いや接触はしてると思うんだけど効きません。停止はできんだけどね。わからん。一応音は出て再生を止めたりはできるんだけど音量が効かないね。で音は両方とも出ましたね。わからん。でテスター当てて綺麗にこっちに繋がってて、根元はこの線だね。赤が入ってる。3番目がグランドは3本束ねてハンダ付けしてあって、この接点についてないのかなと思ってここもハンダで束ねたけどなんか壊れたんか。で結局リモコンってさスイッチ3つあるけど配線は2本しかないはずなのよ。赤と同色で、この赤がそのコントロール用の信号線なんだけど、そことグラウンドの抵抗値は0、同通してないですね。わかんない。全くわかんないですね。信号線とアースでテスター当てて、この再生ボタンを押すとショートしますね。配線は合ってるはず。全くわからん。ここの配線通りにやってあります。こっちのハンダ付けしててここ壊れるってことはないと思うんで。全くわかりません。いいや。音出たしいいよ。わかんねえ。残念ながらわかりません。とりあえず LR スピーカーは少なくともちゃんと配線してあって何か部分的にショートしてるとかっていうのもありません。そこだけは確認できてるということで音聞いていきましょう。ちょっとねさすがにレーザーがかわいそうなんでレーザーは2極にします。普通のステレオジャックですね。白が信号線だ。マイクかな。白は切っちゃいます。はい、これで大丈夫なはず。両方とも動作チェックやっちゃいましょう。はい、一応作業完了しました。でゼンハイザーのイヤホンとイヤホンジャックを奪われたレーザーのイヤホン、今ステレオジャックに付け替えましたけど、あと250円イヤホン、この3つでねちょっと聞いてみようと思います。でね、イヤーチップなんだけど、これはちょっと使わずにね、今レーザーについてるこっちを使おうと思います。ここの形状はね全く一緒です。はい、大丈夫ですね。ぴったり。さあ、我がドイツの音はどんな音でしょう。フィット感はいいですね。はい、3つ聞き比べしてみました。ゼンハイザー音いいね。で、最初にちょっと冗談で言った音が硬くて暗いっていう勝手にねドイツのスピーカーのイメージを言ったんですけど、結構当たってたね。音のキャラクターとしてはやっぱ暗い感じですね。レーザーのスピーカーと聞き比べてやっぱ分かるのはこっちのやっぱ元気な音がしますね。でゼンハイザーの方がやっぱおとなしい感じの鳴り方をしてます。でちょっとね高い音なんで周波数がはっきり分かんないんだけどロッ
6kHz から 8kHz ぐらいのあたりにちょっとピークがあるっていうか、ちょっと強く音が出てる帯域があって、高い音がトゲトゲした感じに少し感じますね。で音はね、そんな硬い感じではないです。なんかね、完璧に制御されてるっていう感じ。すごいなと思ったのは、低域がそんなに出ないんだけど、中華イヤホンみたいにバカみたいな重低音は出ないんだけど、もうなんか鳴らさない設計にしてる感じ。重低音はうまく鳴らさないように制御されてるっていう印象を受けましたね。低音は出ます。重低音は出ない。重低音が出ないイヤホンって音量を上げると結構音が乱れたりするんだけど、全然そういうのはないですね。低域のバランスもずっと一定ですごくいいね。で、ボーカルが、イヤホンって結構音が広がりがちじゃないですか。頭の中でこう広がる感じになりがちなんだけど、ボーカルがね、結構しっかりと音像定位してて気持ちいいです。ボーカル、女性ボーカル聞くと気持ちいい。とか綺麗に制御されてんなっていう印象ですね。本当気になったのはその6kHz から 8kHz ぐらいの帯域だと思うんだけど、高い音にね、ちょっとトゲがある感じ。そのおかげでこう音が響いた時のね、なんか響きの音も綺麗に出てるっていうのはあるんだけどね。その辺は一長一短あるのかもしれないです。お兄さんの印象としてはすごくいいイヤホンだなって思いました。もうこれはなんか製造終了してるみたいだけど、なんか5000円ぐらいで売ってたイヤホンみたいで、5000円で買ってちゃんと満足できるイヤホンだと思います。安っぽさがね、全くない。なんか音が暴れる感じみたいなのも一切ないし、綺麗な音でしっかり聴けるっていう感じ。ボリューム調整できなくなっちゃったけど、あとレーザーのイヤホンもね、改めて聞いて、音やっぱいいですね。レーザー、ゼンハイザー、中華250円って聞くと、やっぱこれはね、高い帯域の音が出てないなっていうのがわかる。低音はすごいんだけどね、面白いんだけど、やっぱ安いんだなっていうのがわかりますね。バスドラムの再現性はダントツにいいですけどね。だからこういう設計で高い音用のドライバーも追加されてるモデルとかもあるんで、そういうのはまた試してみたいですね。ちなみにこのゼンハイザーのイヤホン、音が硬めなんで iPod でぴったりということで、控えめにいって濃厚なガトーショコラ。前よりちょっとだけ濃いはず。あれ前も食べたかこれ。なんかプリンのようでガトーショコラってなんか前も言った気がするな。いただきます。濃いね。なんだろう、あんまり苦味がない。美味しいですねこれ。苦味があってもよかったかもしれないけど。トーストに塗るチョコレートみたいな、そんな感じもしますけど。これ美味しいね。上が硬くて下がクリーム。硬くはないんだけどね。なんかこういうの食べると、結構前に食べたデビルズチョコケーキだっけ？あれが食いたくなるね。これも美味しいですよ。濃厚言ってるけど、普通ですね。普通に美味しいって感じ。製造者、栄屋乳業株式会社、愛知県岡崎市。控えめに言って濃厚なガトーショコラ、160円。安いんだな。コスパいいと思います、これ。なんかパンに塗ったら美味しそうだね。はい、ごちそうさまでした。はい、今回はジャンクのゼンハイザーイヤホン修理して試聴してみました。でもゼンハイザー音いいね。結構好きだな。これの上位クラスみたいなやつも聞いてみたいな。簡易的に音の比較やってみようかな。はい、イヤホンのね、音を測定してみました。で、このグラフでちょっと注意しないといけないのは、環境音が入ってるんですよ。無音時に測定したのがこのグラフで、低域がノイズ乗ってると思うんですけど、生活音とか、あとマイクのホワイトノイズとかが測定されてると思います。なので低域がぐーっと上がってるグラフは別に低域が上がってるわけじゃなくて、ノイズが入ってるだけです。で、まずゼンハイザーのグラフですね。で、見るとね、6kHz ぐらいでぐーっと上がってますね。6kHz が上がってるというか、5kHz と 8kHz ぐらいがギューッと下がってて、6kHz が持ち上がってると。多分気になったのはここの音だと思います。ちょっとキンキンする感じの音なのかな、これが。で、一応他にも測定したんだけど、で、レーザーね。広域が結構フラットだよね。なんかね、このグラフ見て、すげえなと思ったけど。で、さらに比較で、例の250円イヤホンも測定してみたんだけど、これはね、7kHz ぐらいからぐーっと下がってます。広域が出てないということですね。で、さらにね、8kHz とか 9kHz を再生してる時に、この 10km より上のこうギューギューって上がってると思うんですけど、2つ山があると思うんだけど、これは
この周波数を測定してる時に出てる音ではなくて、8kHz ぐらいを再生してる時にピークが出てるんですよ。なので多分このハウジングの中でなんか振動して出してる音なのかもしれない。もしかしたらプラスチックのイヤホンっていうのはそういうことが発生してるのかもしれないですね。で、イヤホンまだ何個かあるんで、こうやって測定してみるのも面白いかもしれないですね。はい。ということで、熊五郎兄さんの DIY では普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタン、あと使ってるイヤホン、もしよかったらコメントに入れてください。気に入ってるとか気に入ってないとか、その辺も一緒に添えてもらえると参考になります。はい。ということで、また次の動画で。熊五郎兄さんでした。バイバイ。